はいどうも、岸田模型です。長谷川24分の 1RX7 の製作。今回はサイドモール、バンパーなどを取り付けて完成となります。それではサイドモールから取り付けていきます。パーツを切り出してゲート跡をきれいに成形してボディに仮合わせしていきます。ついでにテールランプも合わせのチェックをしておきます。仮合わせが終わったサイドモールのパーツは割り箸に両面テープを貼ってそれに貼り付けておきます。そしてセミグロスブラックで塗装しました。ボディへの接着にはこのセメダインのハイグレード模型用ボンドを使います。水溶性のボンドなのではみ出たボンドは水を含ませた綿棒で拭き取ります。テールランプウインカーを塗装していきます。テールランプはマスキングしてミスターカラーのクリアオレンジで塗装します。テールランプはウインカーのところをマスキングしてクリアレッドで塗装しておきます。ウインカーは塗装した表側をマスキングして側面はゾルを使ってマスキングします。そして裏側にシルバーを塗装しておきます。テールライトウインカーにはビスのモールドがあるので、それを爪楊枝を使ってエナメルのシルバーをモールドの上に乗せていきます。セミグロスブラックで塗装しておいたナンバープレートにデカールを貼って艶消しクリアをかけておきました。取り付けるパーツの塗装がだいたい終わったのでセメダインのボンドでボディへ固定していきます。給油口やドアの鍵穴はエナメルのクロームシルバーで塗装します。で、このエンブレムのパーツを忘れておりました。エンブレムはメッキのパーツとなっています。少し厚いような感じもするんで、ゲートを処理するついでに削って薄くしておきます。マツダのエンブレムは文字だけ黒でデカールを貼るようになってますが、ここも塗装でやってみます。表面のメッキをヤスリで落としてエナメルのブラックを綿棒につけてドライブラシのような感じで塗装していきます。エンブレムのパーツもセメダインのボンドでボディへ固定します。でバンパーやテールランプも同様に固定しておきます。で筋彫りに軽く墨を流しておきます。長谷川のコーティングポリマーでボディをコートして最後にワイパーをつけて完成です。
はい、ということで長谷川の RX7 完成しました。今回は 2mm 車高を落としてみました。最初は落としすぎかなと思ったんですが、やっぱ車高は低い方がかっこいいですな。ボディのクリアコートも今回はラッカーを使いました。やっぱりラッカーの方がシャープに仕上がりますね。ちょっと乾燥とかに時間はかかりますが。さて 7SA ですが、デイトナ24時間のレースカーの方も制作中ですので、もうしばらく続きます。そちらもよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回。